こんにちは。お久しぶりです。まだまだ残暑が厳しい毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私たちは以前のようにキャンプや車中泊を楽しむことができない状態にありました。春から母のことでバタバタとしてしまい、娘として十分な介護もできないまま、余命半年と言われていた母は、思ったよりがんの進行が勢いがついてしまって、あっという間に亡くなってしまいました。心の準備ができないまま母を見送り、後の片付けや雑用に追われてしまい、今までのように気軽にキャンプや旅行に行く気持ちにならず、ただ平々凡々な毎日を送っています。70代夫婦の毎日は単調で、外に行く機会が少ないと体力の低下も心配です。これからも健康で元気に過ごしていくためには、やはり生活にメリハリを持っていきたいところ、まだ見ぬ世界など好奇心旺盛な自分でありたいと考えるようになりました。私の西国33カ所の御朱印巡りもまだやっと半分のところです。長い階段を登った先にあるお寺の本堂でのお参りは心が洗われます。しばらくはキャンプは無理としても、日帰りで少しずつ足を伸ばし、いちごちゃんも一緒に遊びに行こうと思っています。とても中途半端な私たちですが、これからも動画を撮っていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。よろしくね。最近の私たちは夏の暑さに耐えられず、家で過ごすことが多く、エアコンの効いた部屋から出ることができず、年々体力の低下も感じるようになりました。今日は思い切ってお出かけしようと、主人を誘うと、暑いのにと言いながらも、しゃあないなと運転してくれました。いちごちゃんも久々のお出かけで、車の中から外の景色を興味津々で見ていました。いちごちゃんは乗り物酔いもしないし、おとなしくついてきてくれるので、世話もなく一緒に行っても楽しいのですが、夏は暑くて車内に残すこともできず、また行き先も限られてしまうのですが、いつも一緒の私たちなので、家での長時間のお留守番はさせたことがないんです。というわけで、今日は飛鳥に向かっています。最近のニュースで、世界遺産に飛鳥藤原の旧都が登録されたと知って、以前から石舞台古墳に行ってみたかったので、家から1時間もしない距離なので、行ったのはいいんだけど、犬はダメでした。仕方ないので、主人といちごちゃんは休憩所で待つことにしました。私が一人で入ることにしました。真夏の暑い中、それでも観光される方は後を絶たず、静かにあたりを散策していました。
緩やかな階段を上ると、石舞台古墳が見えてきました。30数個の石の総重量は2300トン。一番大きい天井の石は77トンとかなりの重量です。7世紀初頭の優れた土木、運搬技術の高さが伺われます。今年は吉野ヶ里遺跡に行ったり、こうして奈良の遺跡を訪れたり、日本にはまだまだ私の知らない、見たこともない遺跡があるのですが、全部を見ることは無理としても、ゆっくりと歴史を巡る旅もいいなと思います。石舞台古墳は横な式石室が露呈していて、中に入ることができます。外の気温は35度超えなのに、中はひんやりして涼しくて、石の隙間から光が差して中を明るく照らしていました。近くに高松塚古墳と木虎古墳があります。今日は暑いこともあってここだけにしました。外でいちごと主人が待ちくたびれているといけないので、早々に駐車場に向かうことにします。お待たせ。駐車場の横に屋根付きの休憩所があったので助かりました。この場所から次は岡寺に向かいます。ここから約1キロほどの距離なので、所要時間は3分くらいだけど、山道を登っていきます。岡寺は西国33カ所の7番札所です。私の場合は1番から順番には回っていません。キャンプや旅行とお寺巡りがセットになったりします。今年の後半は御朱印巡りをメインにする予定です。来年からはキャンプや車中泊に行く予定にしています。まだまだ行ってないところや行きたいところがたくさんあります。死ぬまでに行っときたい場所がたくさんありすぎて、叶うかどうかはわかりません。こうして今はお寺巡りをして、自分の生き方や過去、未来を見つめることができます。岡寺はペットも入れます。いろいろなお寺や神社でも真っ先に調べるのはペットが入れるかどうか。どこに行くのもまず入れるかどうかで決まります。
岡寺の境内には蓮がたくさん植えられていました。岡寺の境内には、秋は紅葉のトンネル、春は尺投げと樹齢500年のさつきなど、四季折々の美しい境内を楽しむことができますが、真夏には暑いだけでした。そこで休憩取ったら。屋根付きの休憩所があって、扇風機あるやん、ここ。扇風機も置いてあるので、ここで休憩できました。休憩中もじっくり境内を眺めるのもいいですね。とにかく暑いので水分補給は絶対です。主人はきっと心の中で、なんでこんなに暑いのにお寺やねんって思っているでしょうね。家にいてても暑いからたまにはいいですよね。お寺のお参りも御朱印もいただいたので、ゆっくり帰ることにします。夏のもみじも緑と赤色とが混ざっていて綺麗です。岡寺は秋の紅葉がいいかもしれません。鐘つき堂がありました。鐘つきは誰でもつけるみたいなので、ついてみました。この鐘の音、音楽で言うと、ド、ミのハーモニーになっているそうです。鐘の音はいつ聞いても癒されますね。いちごちゃんは帰り道になると元気が出て、先へ先へとどんどん歩くんです。散歩の時もぐるっと回ったらもう帰ろうとするし、いつもマイペースな子やって思います。帰り道は道の駅に寄ってと、まず飛鳥を目指したのに、なぜか通り過ぎてしまいました。U ターンするのもめんどくさいってなって、次の道の駅、葛城に行くことにしました。アスカルビーのソフトクリームが食べたかった。すぐに道の駅、葛城に着いたけど、平日でも駐車場は満車。駐車場はそれほど多くないのかもしれません。道の駅は基本ペットは禁止なので、車内にいちごちゃんを残すことになるけど、少し窓を開けてサーキュレーターを回して、買い物は急いで
店内に入りました。じっくり見て回ることはできないので、新鮮なお野菜と果物、お寿司を買って、家に帰ってから遅めの昼食にしました。大急ぎのお買い物でした。道の駅のお野菜は新鮮で外れなし。家の近所にも道の駅はあるので、野菜類は道の駅で買うのがいいと思います。野菜類は国産しか食べないし、最近某国の野菜の残留農薬が問題になっていて、買わなくてよかったと思っています。このオクラは実がしっかりしていて、粘りも出てとても美味しかったんですよ。そして産みたて卵はとても新鮮で、早速卵かけご飯にしていただきました。車内にいちごちゃんが待っているので、大忙しのお買い物でした。いつも駆け足のような私たちのお出かけ風景です。もう少しゆっくりできたらいいんだけど、今の時期は暑さとの戦いでもあることを考えると、もう少し涼しくなってから出かけたらいいですね。今日は飛鳥の石舞台古墳から岡寺を巡るちょっと忙しいお出かけでした。最後までご視聴ありがとうございました。残暑が厳しい毎日ですが、皆様お元気でお過ごしください。